皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber。この渾身のボケになかなか突っ込んでもらえないナンバー7こと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そして分かりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。シュレディンガーの宿題、80年の歳月をかけた答え合わせが始まる。量子生物学、生命の脅威の演算能力を算出。ハワード大学量子生物学研究所の研究チームは、同チームが昨年発表した生体内のトリプトファンにおける量子力学的超高速ネットワークの研究から、生命を物理システムとして見た場合の計算能力について、従来のホジキン博3ニューロンモデルを基準とした計算能力限界は一義的なものとして、前述の研究における生体内量子光ファイバー構造を基準とし、そこから新たに導かれる生命の本質的な演算能力の解析を行いました。その結果、マーゴラス・レビンチン限界のマイナス2桁以内という被験する現象論的対象が観測可能な宇宙クラスの凄まじい計算能力であることが導かれました。おやおや、物理学、化学、生物学という別々の学術領域の単語の欲張りセット状態ですね。もはや怪文書と見まがうほどの謎構文です。でも安心してください。ちゃんと前提知識部分から解説しますよ。物理学において、あらゆる物理システムは情報を処理します。情報を処理するということは、数学的には計算を実行、つまり演算を行っていると言えますね。逆に言うと、そうじゃないと数学的に記述することはできないので、これは当然のこととも言えます。一方で、生物も複雑ではあるものの、物理システムであることに違いはありません。個体レベルで見ても、主に重力と電磁力の作用によって地球上に立って生活しているのですから、これも当然のことと言えます。つまり、この宇宙のあらゆる物体は、生物非生物に関係なく物理法則に従い、計算能力を持つということになります。ちょっと何言ってるかわかりませんね、という方は、ちょっと古いですが、とある魔術のインデックスに登場する、一方通行さんが、物理演算なんちゃらとやたら言っていたのを思い出してください。この場合、効果器としてのシステムはどないなっとんねんというツッコミが入りますが、まあイメージ的にはそんな感じです。この基本的原理を応用したものに、身近なところではコンピュータがあります。物理システムとしてコンピュータを見ると、シリコンをベースとして、約数十億個の電子で1ビットを扱う計算機ということになります。それでは生物という物理システムはどうでしょうか。生物学的な情報処理を表す場合は、主に神経細胞のシグナル伝達で考えられます。これは主に人工ニューラルネットワークの研究の中で考案されたホジキン博3ニューロンという論理モデルが用いられ、核イオン分子が細胞内や細胞膜を通過し、電気化学的プロセスでスパイク生成することを計算能力として記述します。これは桁数にして1秒間に約10の3乗回の演算をすると言われており、アバウトに計算すると、人間の脳の場合は平均約10の11乗個の神経細胞があるとされるので、人間は脳だけで1秒間に約10の14乗回の演算能力を持っているということになりますね。コンピュータと比較してみましょう。現在の家庭用パソコンの一般的な性能は、平均でだいたい100ギガフロップスくらいのようなので、これは1秒間に10の11乗回の演算能力を持つということになります。つまり、人間の脳の方が現在の一般的なパソコンよりも3桁分賢いということになりますね。さらに、これは CPU だけなので、パソコンとして機能するために他の付属機器が必要なことを考えると、質量比で見ると、人間というのはかなり演算能力が高い存在だということがわかります。神経系を持つもっと小さい動物の場合でも、その分質量も小さいということになるので、生物というのは、かなり演算効率のいい物理システムと言えるようですね。とはいえ、コンピュータはものすごい速度で進歩しており、近年実現した量子コンピュータのことを考えると、そう遠くないうちに効率面で完全に抜かれそうですよね。しかし量子コンピュータの場合、その計算を行わせるためには、主にごく低温環境が必要であるという非常に大きな制約があります。
これは原子の重ね合わせ状態を破壊しないためにどうしても必要な環境で、いかに量子演算が超効率とはいえ、装置全体としては避けられないボトルネックとなっています。さらに、量子コンピュータの行う計算は万能ではなく、機械学習や量子力学的シミュレーションは従来コンピュータとは一線を画しますが、規則演算や表計算などでは全く使い物になりません。Excel もできなければ、電卓みたいな使い方もできないということですね。バチクソに賢い数学者の飲み会で、なぜか誰も割り勘の計算ができないというエピソードを聞いたことがありますが、これが誇張なのか、酔っ払ったからなのか、なんか余計なことを考えたからなのかは別として、難しいことをやらせたら確実にめちゃすごいのに、簡単なことをやらせるとポンコツになる、みたいなのが量子コンピュータです。とは言っても、量子演算自体の効率性は量子ビットが増えるほど指数関数的に増加するので、仮にごく低温環境の必要性が絶対に解決できないとして、ついでに簡単なことができないことにも目をつむって、純粋に演算能力だけを指標とした場合、どこかの段階で効率面で生物の神経系の演算能力を抜くことは考えられます。しかし、生物の演算能力とは本当に神経系によるものが限界なのでしょうか。このことについて、コンピュータすらまだ一般化していない約80年も前に、間接的に関連する問題提起がなされていました。この問題提起をしたのは、量子力学の基礎理論の重要な立役者の一人、シュレディンガーの猫でおなじみ、エルヴィン・シュレディンガーです。シュレディンガーはシュレディンガー方程式の功績により物理学者として有名ですが、その偉大な功績でノーベル物理学賞を受賞しながらも、量子力学が決定論的解釈から離れて進んでいくことが自身の思考に反していたため、物理学から離れ、後年は生物学を熱心に探求していました。そして1944年、物理学的知見と生物学的知見をミックスさせた問題提起を著書に記します。生命とは何かと題したその著書には、驚くべき気づきが記されていました。物理学において物理システムは、状態量として、エントロピーでその根本的因果を記述します。そして自然においてエントロピーは、必ず増大する方向に向かいます。しかし、生物という存在だけを見ると、非常に柔軟な恒常性を持ち、エントロピー増大則と拮抗しながら存在しています。もちろんその性を終えれば、ただの有機物としてエントロピー増大則に従うようになるのですが、生物には増殖し、さらに進化するという性質があります。つまり、この進化が永続的に続くものと仮定した場合は、エントロピー増大則に支配されたこの宇宙において、これに従わない驚異的な物理システムの形だと言えることができます。このあたりちょっとわからないという方は、直近の動画でエントロピーについて簡単に解説しているので、一旦それを見てからまた戻ってきてください。エントロピーで考えたとき、生物系というシステムが、いかに奇妙奇烈な存在なのかということが理解できると思います。さて、しかし当然これにも説明可能な法則性はあるはずで、これを熱力学におけるエンタルピーという概念で考えた場合、生物進化という事象は、このエンタルピーがエントロピーに拮抗しているということになります。では、このエンタルピーとは本質的に一体どういうものなのか、このエンタルピーを操る生物とはどれだけ複雑回帰な機構を持っている存在なのか。シュレディンガーは、このような幅広い複数の学術領域をまたぐ重大な問題提起をしたのです。この問題提起は、当時の世界中の科学者に衝撃を与えました。それまで当たり前だった生物の存在という事象に、物理学的に決定的に説明できない重大な謎があることを突きつけられたのです。そしてこれにより、生物をミクロレベルで探求する分子生物学という分野が産声を上げることになります。一例を挙げると、DNA の二重螺旋構造を考案したジェームス・ワトソンとフランシス・クリップもこの著書に影響を受けたそうなので、シュレディンガーは物理学だけではなく、生物学や生化学においても間接的に偉大な仕事をしたということですね。不倫しまくってたり、12歳の少女にアプローチするロリコンだったりと、ちょっとアレなエピソードが囁かれたりもしていますが、実はアインシュタイン級の科学界のレジェンドと言っても過言ではないでしょう。あと、シュレディンガーの猫は思考実験なので、実際に猫ちゃんにひどいことをしたわけではありません。
落ち着いてください。猫ちゃんは無事です。さて、生物学方面がこのように発展するきっかけになったのはいいものの、エンタルピーの本質的な正体とは、そしてそれを操る生物という存在の秘められた性質とは一体何なのでしょうか。当時はあまりにも謎だらけでしたが、様々な分野が大幅に発展し、近年になってようやくその答えが見え始めました。統計力学的に熱運動を考えると、孤立系において外部の仕事を用いず、エントロピー増大則を破るように熱移動をするモデルが考えられます。しかしこのモデルにおいて、情報が仕事をするとすれば、エントロピー増大則を破らずに、この系を成立させることができます。これも最近の動画で解説しましたね。そう、マクスウェルの悪魔の情報理論的解消ですね。つまり、生物系におけるエンタルピーがエントロピーと拮抗するのは、生物というシステムがそれだけの情報が処理される系だからとも言えます。つまり生物というのは個体として見てもかなりの情報処理をする系であり、進化によるその時間発展的総量を考えると、想像を絶するとんでもない情報処理量となることが予想されます。しかし、前述の神経系における情報処理量を考えるだけでは、植物や菌類など神経系を持たない生物は除外することになるため、とてもそのような膨大な情報処理をしているようには考えられません。では、もう一度、生物とそれに迫っているコンピュータを比較してみましょう。生物ができて、どれだけ性能が上がったとしてもコンピュータができないこと。それは、自己再生と自己増殖と自己進化です。たとえコンピュータの性能が、生物としては最大処理能の人間の情報処理効率を超えたとしても、人間がそうするように操作するということがなければ、それは達成されません。ただ高性能のコンピュータがあるだけでは、電力供給や命令の入力がなければただの箱です。ポテンシャルとしては高い演算能力があっても、それは一切発揮されず、何もせずにやがて朽ちていき、全時間発展においてエントロピー増大則に完全に従います。つまり逆に言えば、生物系というのは、自らそれが可能な、これまで見逃していたポテンシャルを持っているということになります。ここで、こういった反論を思いついた方がいるのではないでしょうか。AI の進歩を考えると、AI が自己増殖、自己進化をするようになることは十分にあり得るため、生物の情報処理は特別なものではなく、非生物で再現可能なためそれはおかしいと。思い出してください。今この話は、物理システムとして生物非生物を区別していません。つまり、AI が生物のような性質を持ったとしたら、それは生物進化の一形態と定義できます。逆に考えると、AI が進歩したとして、実際に現実空間で生物のようになるには、それだけ莫大なエネルギーが必要だとも言えるので、これは大きな壁になるだろうと予測できます。実際、AI が一般化し、CPU ではなく NPU が一般流通し始めた現在、電力消費量が爆増し、技術向上による効率化や現行エネルギープラントの増設を加味しても、近い将来に決定的な頭打ち状態になるという研究報告もあったりします。このように、生物と非生物の際の本質的な整理をした上でこれらを包括して考えると、生物にはこれまで見逃していた膨大な演算能力を有する機構があると予想できますね。と、前提知識部分がなんとかまとまったところで、今回はここまでとします。動画制作者の勘が述べています。この内容はどうまとめてもバチクソ長くなると。そういうわけで前後半に分割しますので、今のうちに紹介した以前の動画を見たり、出てきたワードをググるなりして、異なる分野の知見をシームレスに移動してつなぎ合わせる論理的思考に慣れておきましょう。つまり、後編はもっと難解な話になります。お楽しみに。この動画は、我が国における科学知識の一般理解及び、科学知識のエンタメ活用を推進する、プロジェクト PSN in ほとばしる科学講座と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。